はい、こんにちは。イギリスは英流深淵からお届けする復活のシンプルタロットさんのお時間です。ソニックさんです。今回は孤独というテーマですが、あなたの問題であるかもしれない。日本が抱える引きこもりニート問題。2023年の時点で推計146万人以上になると言われています。この動画は2026年の3月末に作ってますけどね、子供から大人まで孤独感に苛まれる現代社会。孤独とは何か、そして引きこもりニートに解決方法はあるのか。もちろんインド占星術には対策を知る方法があるんです。解決ズバッと。ではジョーティッシュインド占星術を通して孤独の構造を今回は説明したいと思います。ゆっくりとお楽しみください。Kebismo Maraju Same, Kebismo 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 Maraju Same。その1、違和感。マイコ君、なんすか先輩。この前さ、はい。近所の山田さんに相談されちゃってさ。山田さんって全国名前ランキング12位ですよね。だからそれどこを突っ込み入れればいいのよ。でさ、息子さんが引きこもりニートでさ。ああ、今は珍しくないですよね。うちの息子孤独なんですよって。孤独ですか。それ聞いてちょっと考えちゃってさ。何をです？孤独ってさ、怖いイメージあるじゃん。ありますね。怖いというと孤独死とかですか？そうそう。でもさ、はい。一人って気楽でもあるじゃん。そうですね。あれ何なんだろうね。その2、世間。孤独って響き悪いですけど、一人の時間って必要ですよね。それはあるな。本読んだりとか一人の方が集中できるもんな。そうっすね。でも孤独って暗い感じしますよね。暗いよな。なんでだろうな。そこですよ先輩。実は孤独という言葉は誤解されてるんす。誤解？その3、崩れる事実。先輩、何？人っていつ友達減ると思います？減るですか？友達が減るのは人生が動いた時です。どういうこと？例えば仕事、結婚、転職、成功、人生が変わると、付き合う人変わります。帰国子女なんかは国の移動でリセットですよね。これほとんどの人が経験します。あるある。一人暮らしで昔の友達会わなくなったわ。つまり人間関係は固定じゃないっす。その4、構造。でもさ、よく考えたらなんで変わるの？理由はシンプルです。何？人には人生の高さがあります。高さ？生活、責任、視野。そうですね。人は同じ高さの人と付き合います。そうだな。でも人生が動くと、高さが変わるわけです。関係が合わなくなるんですね。なるほどな。納得だわ。その5、ジョーティッシュ見解その1。でもそれって占星術でもわかるの？わかります。どこで？例えばダシャーですね。人生の時期か。そうっす。特に土星の時期は起こります。何が？土星は成熟、責任、距離を作ります。距離なんですね。人は大人になるほど付き合う人が減ります。確かにそうかもな。これは自然な現象です。その6、静かな恐怖。先輩、怖い話してもいいですか？お、来たね。怖い話だ。実は孤独ってそんなに怖いものじゃないんです。怖くないんかーい。怖いのは別なんです。別って何ですか？それは孤立です。孤立？つまり社会との接点がなくなる状態。仕事、学校、友人、コミュニティ全部消える。消えちゃうんですね。そして誰も気づかないっす。あちゃー。孤独は感情です。
寂しい、気楽、自由。同じ状況でも感じ方は変わります。でも孤立は状態、状態か。つまり現実です。確かにそうですね。孤立は怖いわ。孤独は歌になります。でも孤立はニュースになります。崖っぷち待ったなしだな。怖いですね。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあさ、先生術でいう孤独って何なんだ？先輩、先生術でいう孤独は役割です。役割？例えば土星、土星ね。責任、成熟、距離、その影響は人を選別します。選別ですね。土星の影響で付き合う人が減る。でも残った関係はさらに深くなる。なるほど、土星らしいわ。つまり先生術が示す孤独は内省の時間です。考える時間ですね。そうっす。自分と向き合う時間です。でも孤立は違います。どう違うわけ？孤立は社会接点の消失になります。仕事、収入、コミュニティ、全部止まる。それは危ないですね。だから先生術で孤独な配置があっても孤立するとは限りません。なるほど、そういうもんなのね。むしろ成功する人って一時的に孤独になります。そうなん？人生の高さが変わるからです。ポードツァーですね。そうっす。環境が変わると付き合う人が変わる。でも孤立じゃなきゃいいのね。そうっす。孤立しなければ孤独は問題ではないんです。なるほど、そうだったのか。山田さんの息子は孤独じゃないっす。というと？社会孤立です。ああ、それは大問題ですね。その8、墨線ソニック流派。さて、全く墨線の実感のない線談具作家で墨線スペシャリストのソニックさんです。墨線の方は毎週水曜日にやっている別チャンネルでお楽しみください。ソニックドラゴルゴというチャンネルです。今回のアニメの社会的孤立、きつい話題になっちゃいましたね。いわゆる引きこもりやニートのお話です。世間ではよくこう言われるわけですよ。甘えだ、努力が足りない。でもですね、インド先生術のジョーティッシュの視点で見ると全く違うものが見えてくるんですよ。そうです、構造です。今回は引きこもりニートの構造を説明してみましょう。まず、社会復帰できない人の多くに共通しているのは社会の問題ではなくダルマの問題なんです。ダルマってわかります？ダルマは簡単に言うと、その人がこの世界で果たす役割になります。正しく生きているのかってやつですね。インド先生術では人生の土台は1質、5質、9質、この3つでできていると考えます。これをダルマトリコーナと言います。1質、自分とは何か。5質、何に夢中になれるか。9質、誰に導かれるか。この3つが揃って初めて人生は動き始めます。ところが社会的孤立の人はこの回路が止まっていることが多いんです。ここからが非常に重要ですよ。社会的孤立の人はどうすればいいかってことなんですよね。方法はあります。まず1つ目、お師匠さんを見つけることです。先生とか難しい必要はないです。この人かっこいいってやつです。これは9質の起動条件です。親ではダメです。学校でもダメなことが多いですね。必要なのは人生の先輩。例えば職人、先生、研究者、農家、かっこいいミュージシャン、そういう実在する人です。ソニックさんを師匠にしてもいいんですよ。次です。2つ目は手を動かすことです。これは5質になります。5質は創造の場所、クリエイティブの場所です。絵でもいい、音楽でもいい、プログラムでもいい、料理でもいい、とにかく何かを作る。これがスイッチになります。そして3つ目です。役割を持つこと。
これが異質になります。役割とは責任です。例えば犬の世話、店番、修理、掃除、小さくていいんです。役割が生まれると人は自分の存在を感じ始めるんです。猫と暮らすのはおすすめですよ。そしてこの3つが揃うと不思議なことに人は自然に社会に戻っていくんです。これは精神論ではありません。構造なんです。ジョーティッシュの言葉で言うと、ダルマが起動するとアウタが動き出す。つまり仕事が生まれるんです。だから社会的孤立を解決する方法は一つしかありません。社会に出ろではなく、ダルマを動かせなんです。さて、ここまでで終わらないですよ。もっと個人的にはどうしたらいいんだよ。当然ですよね。そこで AI インド先生術のお時間です。分割図、分割チャートです。 B1、B9、B10、今回はさらに B20、24、この5つのデータをぶち込んでください。 AI に放り込んで精査して引きこもりのヒントを出してください。これでそれぞれの個人個人に合った大きな一歩、対策が示されます。 B1 は人生構造、 B9 は魂の方向、 D10 は社会の役割、 D20 は精神世界、 D24 は学び方。ちなみに50歳までバイト生活、正社員の経験のないソニックさんももちろん引きこもりニートの可能性はなきにしもあらずな星の配置。そこでこのチャートを放り込んだ結果は、ソニックさんは精神世界が人生のエンジンで語る役割を持つと社会復帰すると出ましたよ。社会復帰できてよかったです。皆さんの結果も知りたいので、たとえ引きこもりニートじゃなくても放り込んで結果を知ったら書き込んでくださいね。カタ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 ダーン。それではアニメに戻ります。その9、革新、未来。なるほどな。孤立はやべえわ。そうっす。孤独は問題じゃない。問題は孤立なんですね。そうっす。孤独は人生が動くときによく起きます。友達が減るやつだな。集中モード。そうっす。環境が変わると人間関係も変わるっす。でも孤立だけはいただけないです。社会と切れるからですね。成功する人でも孤独にはなります。でも孤立はしません。なるほど。引きこもりニートの分ける本質はそこが。人とつながり続ける。これが重要なんす。山田さんの息子さんはどうなんでしょうかね。話を聞く限りでは社会接点がない。つまり社会孤立っす。怖いですね。だから孤独を孤立に置き換えると本質が見えてきます。さて視聴者の皆さん、あなたや知り合いの孤独もしくは孤立エピソード、コメントお待ちしております。先輩、次回はこれです。何？あいつにだけ来るチャンスの構造。チャンス？いますよね。何かうまくいく人。あれ、構造あるの？あります。チャンスには構造があります。そして多くの人はそれを見落としています。うわー、今すぐ知りてー。次回、チャンスの構造。今回はここまでです。See you, ciao, bye 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 また bye 次 bye 回お会いしましょう。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。そうですね。まあなんかこう自分でAI にぶち込んで、あなたがもしニートだったらどうやったら脱出できるのか。これは面白いですね。考えたこともなかったですけど、なかなか皆さんも自分で調べてみてください。ソニックさんはそういうことだったのかと楽しかった感じです。